盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは植え替えがねいつからできるかとか、いつ頃できるかみたいな、そういうお話をしようかなと思います。でその前にちょっとだけお時間ください。今無料のねメールマガジンやっております。こういうYouTube でやってる学びのねこういう動画みたいなのをメールにして文字とか専用の動画にして、定期的に届くと。で概要欄から、メールアドレスで登録したらもう無料でね何日かに1回届くような感じになってますんで、よかったらそちらでも松盆栽ねどうやったらいいかっていう学んでみてください。で本題に戻ります。植え替えってね、今回も、松盆栽に限りの話なんですけど、いつ頃していいのかっていう結構なかなか分かりにくいと思うんですね。で松の植え替えって割と一年中やりやすい方なんです。松ってね植え替えが他の木と比べてとなるとややこしいから、とりあえずね1年間のうち結構広範囲で植え替えはできます。でただしない方がいい時期っていうのもあるんですね。でその代表的なあたり一つにその黒松系赤松とか錦松とか芽切りをするような松ですね。それを芽切りした後とか芽切りしてまだ間がないとかいう時は芽がない状態であったり、芽が出てもまだ小さい状態であったりするんですけども、そういう芽が小さい時っていうのは僕の経験上ですが植え替えすると枯れる確率がかなり高いですね。絶対枯れるとは言えないんですけど、こういうふうにこの子なんかで言うと芽切りして1ヶ月ぐらいですね。まだまだ芽が貧弱です。はい、この緑色のが新芽なんですけど、これをもっとしっかりね葉っぱが開くっていうんですけど、開いてがっちりした状態でちょっと触っても折れないような状態になってやっと植え替えができるかなと。で僕のこれまた経験談なんですが、植え替えにとってね大事なのってこの上の芽のね強さではないかなと思ってるんですね。上の芽が弱い時ってねやっぱ枯れることが多かったです。僕が植え替えで枯らしたのがだいたいこの芽の状態が弱い時が多かったですね。でその芽の弱い状態っていうのは単純に芽切りした、芽切りしたら芽がないんですけど、で芽切りした後のその出て間がない時弱い、あとはその状態がちょっとね、元気がなくて弱いみたいなのも、芽が弱いという言い方でいいかなと思います。で中にはね鉢の中がもうぎゅうぎゅうで根でぎゅうぎゅうでもう鉢の穴がもうすごくちっちゃくて水はけが悪くて芽が弱いみたいな時はこれに関しては植え替えが原因で、芽が弱いんでそれは植え替えてやったらいいんですね。ただその時も時期は寒い時期だったりとか春先とかそれぐらいがいいかなと思います。基本的に植え替えはねよく春と言われてますけども、健康な木だったら大体ね寒い時期涼しい時期寒い時期、春先ぐらいまではどんな状態でもちゅったらあれですけどな木がいけますね。だから今香川県僕言いますけども、大体温暖なね西日本の方だったら11月から3月ぐらいまでは植え替えがね結構いけます。はい。でそれとまたこれは普通の状態です。黒松のね今8月なんですけども6月に芽切りしてこの状態で普通の黒松で、ちょっと黒松でも違う状態のがこれ隣にあるんですけども、これ植え替え春にして芽切りをしてなくて今8月でこの状態、だからこれ植え替えしてるんで植え替えはしないんですけど近々はね全然。ただこれが植え替えしてない状態で芽切りしてなくてこういう状態だったらもうちょっとね範囲広げてもいいのかなと。だから芽切りをしないとなったらさっき11月から3月って言いましたけど、4月もいいですけど芽切りしないっていうんだったら5月の植え替えでもいいし6月でもいいし7月8月ちょっと暑すぎるんでねできんことはないけどあんましない方がいいかなと。で芽切りしてないんだったら、9月10月でも
言うたら目切りをせんって決めたら7月8月以外はまあまあしやすいかなと。で多分7月8月でもやってできんことはないんですよ、ちゃんとやればね。はい、そうですね。ただその時期はそうなんですけど、植え替えそうそう一つね、これは植え替えしない方がいいっていうのは、去年植え替えした木とかは1年後に植え替えみたいなのはちょっとあんま良くないですね。植え替えで結構悪いのが、その毎年植え替えみたいなのはちょっと松ではねあんまよろしくないですね。せめて丸1年空けるか、それでも短いんですけど丸2年は最低空けとかないと、植え替えはもう状態限らずしない方がいいと思います。はい、で黒松はそんな感じで、五葉松とかどうなんだっていうと、五葉松は芽切りがないんですね。黒松や赤松や錦松と違って。だからこれに関してはじゃあ芽切りがない分黒松と一緒で結構広範囲でできるんかというと、できるとは思うんですけど、その黒松と似てるかな。やっぱり7月8月とかね、真夏はあんまりしない方がいいかなと思います。あとね、そうそう3月とかね4月とかもねできるのはできるんですよ。ただ芽がね、新芽が吹いて間がない頃はやっぱちょっと不安ですね。結構皆さん3月4月植え替えいいって言われたりとかね、そっか8月もいいなんていう人いるんですけど、僕はどうかなとは思いますね。だから五葉松はね本当結構芽の強さ、これかなり強い方なんですけど、こういう頑丈そうな子かどうか。でも先の方は頑丈でもね、中の方はちょっと弱い感じがあったりとかするんですよ。まだまだ芽がちっちゃくて葉も少なくて、これが秋ぐらいになったらもう一個一個がさらに強くなると思うんですけど、だから全体的にしっかり、100個芽があったら70個80個がちゃんと元気な芽であるかどうかぐらいの方がいいですね。これ先の方ばっかり強くて中の方弱いですね、よく見るとね。それは時期的なもんやと思います、今8月で。だからそういう状態で植え替えするよりかはもう一個一個がちゃんとなってる時期で、何月頃って言われたら7月8月はやっぱりやめとくかな。9月もちょっとあんまりどうかなというとこですね。10月から5月ぐらいまでが10月からとりあえず2月ぐらいで、3月4月僕はあんま好きじゃないんですよ。で次5月6月ぐらいも意外といける。それぐらいがいいのかなっていう感じはします。でそれは元気な木が基本。元気じゃなかったら、元気になってからとか、そうね、ちょっと不安な子は寒い時期ぐらいの方が安心かもしれないですね。はい、そのどこまで行ってもね、その木の状態を見ながらでないと判断できないっていうのはあるんですけど、大体どの木も共通してるのは寒い時期は意外といけます。はい、そんな感じですね。はい、今回はこれぐらいにしときますはい、盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。